こんにちは。今回はフリーキャドを使って CNC3018 に出力したいと思います。フリーキャドのバージョンは 0.19 です。まずファイルの新規を選んで、次に、パーツデザインになっているのを確認してボディを選択。ボディできてますね。次に新規スケッチを選びます。で、これは平面で作るので XY を選んで OK。今回ちょっと四角形に半円をつけたいので、単純に四角形で作るとダメなんですよね。なので今回は線でまずは作っていきます。大まかに大体でいいので、そうですね、こういう感じでだんだん線をつなげていきます。で、この間に半円をつけたいんですけれども、これ四角形と丸をくっつければいいんじゃないかと思うんですけれども、それがどうもできないので、ここから半円を作っていきたいと思います。2つあるんですけど、今回上の方を選んでみました。まず中心点をつけて、端と端を結びます。楕円できるかなと思ったけど、楕円はちょっと無理そうですね。で、もう一つ中心点をつけて、端と端を結びます。今回これやったんですけど、1回で半円作るっていうのができたんで、これちょっと無駄でしたね。次にこの線の長さを指定します。ここら辺のサイズはもうあらかじめ決めておいてください。次に高さを指定します。で、左と右のラインも同じサイズにしたいのでイコールを選んで左と右のラインを指定します。次にここのラインとこのラインも同じサイズにしたいのでイコール。あとはこの半円作りですね。ここを半径5ミリの半円にしたいんですけれども、今ちょっと悩んでますね。そうですね、ここを高さを指定して、こことここの高さを5ミリ。中心点とさっきの端の点を指定してもいいと思うんですけれども、どちらでもできるってことですね。で、ここの点とここの点を5ミリで、こっちとこっちか、ここでやるとこう過剰ですよって叱られるんですね。ダメなので取り消しをして、こことここを5ミリ。これで半円はできましたね。で、まだこれだと全部が、完全拘束できていないんですよね。こことこことこれをやるとまた怒られるんですけど、はい、怒られましたね。はい、これ過剰ですって言われてるので、これも取り消しますね。あとは、これを座標に固定すれば終わりですね。ここの点とここの点を一致させると、はい、これで完全に高速になりましたね。で、ここら辺の図面なんかは、こういうふうに移動して見やすくはできるんですけれども、
僕はここら辺いつも省いちゃいますけどね。こういう風にもできるっていうことですね。じゃあ閉じちゃいますかね。はい、閉じました。で、またパーツデザインのところに来て、ここからちょっと立体にしますね。この平面を、ここを押すと、厚みを入れるので、これ今回板の厚み、4ミリですね。4ミリに設定して OK ですね。で、この面にまた、スケッチを描いていくので、面を指定してスケッチを選択。で、次のは四角形でいいので、そうですね、これ適当に四角形作って、あとはサイズを指定していきます。ちょっと今図面見てますね、これね。はい、これで、OK、高さも指定して OK。 で、次はこの、面のどこに位置するかですね。ここをつなげて、どれぐらい離れてるかを指定します。はい、これで完全拘束ですね。で、閉じて、次はこの面からこのラインを削ります。0.7 ミリほど削りたいんですけれども、0.7 ミリですね。そうすると 0.7 ミリのくぼみができます。で、またこの面にスケッチを加えていきます。また四角形を作ってサイズを入力していきます。で、座標も指定して、これで完全拘束になりましたね。で、またここ今度穴開けたいので、これを選びますと、穴開いてるんですけど、せっかくなので貫通っていうのを選択して終わりにします。で、このイメージで今度は、パスを作っていきます。この、選択をパスに選択して、ジョブを作ります。こんな感じですね。で、これ今座標がこの板の下になってるんですけれども、これを上に指定します。ドリルの開始位置ですね。で、そうしましたら次は、ツール選びですね。ツール、これデフォルト選ばれているので、自分今回 2mm のストレートビットをつけたいと思います。このデフォルトいらないので消します。で、2mm のストレートビットで、ストレートビットの今度は設定を行います。ツールから選んで、ここは、横の、進む長さですね。1秒あたり 2.5 ミリ。あんまり大きすぎるとこれちょっとビットやられちゃうんでね、このぐらいにしておきます。で、これが、深さですね。これもあんまり大きすぎるとやられちゃうんで、1ミリ程度に指定します。で、これ CNC3018 はマックス1万なので9000回転程度で抑えてます。
ここを選ぶと、まあこれ次外周ですね。外周のパスを作りますね。これね、カットパス。クロックワイズとカウンタークロックワイズあるんですけど、カウンタークロックワイズを指定してますね。で、これ1ミリ、ステップダウン1ミリですね。1ミリずつ下げていきます。4ミリの板なので、4周して終わりってことですね。ちょっとここら辺なんか図面とカットパスが合わないので、まあ消して、まあ、こっちのボディを消してメディアボディを選びます。このプロファイルはさっきの外周のやつですね。でそれに、タグをつけてます。カットすると最後の方全部カットしちゃうとこれグラグラに動いてしまうので、ここだけ、まあ少し残してカットするよってことですね。高さとか、幅とか、まあ、アングルは多分これまあ球体なんでこれが45度なんだと思います。でこれを OK すると、タグができましたね。で次は、中のカットに進むんですけれども、これがちょっとなかなか細いところを選ぶのが非常に難しくて、かなり拡大して選びますね。で選べたかどうかここ選択ビューを指定してみると、はい、選べてますね。ここを確認しながらが、自分的にはやりやすいのでこうやってますね。はい、2つ目選べました。はい、3つ目ですね。でこう回転させて、これ回転がね、このボタンを押し間違えると全部取り消しになっちゃうので気をつけてやってください。緑になってるのを確認して、そうですね。でこれで4面目、これで、選択終わりましたので、ここからまたさっきと同じようにカットをしたいと思います。ここですね。で次は内側にカットをするので、コンボビューにすると、コンボビューにしてください。はい、コンボビューですね。でこれ、インサイドになってますね、上がね、ここね。でさっきと同じようにカウンタークロックワイズに設定して、で次、これもさっきと同じように、ここそうですね、0.7 ミリの深さで削ります。でここは、1ミリ、0.7 ミリなので、1回で終わりですね、この面は。で適用 OK で、これでここのカットの部分はできましたね。次、貫通する部分、ここスペースを押してちょっと消しちゃいました。失礼しました。ここもまた4面指定していきます。今回はね、今度のはちょっと広いので選択しやすいんじゃないかなと思います。これで4面選択できてますね。でさっきと同じようにカットインサイド確認、カウンタークロックワイズで、ここも同じように1ミリずつダウンさせます。適用 OK。 これでできましたね。念のためちょっとこのどう動くかどうか確認してみたいと思います。これ今これ板のイメージですね。3周、4周、これタグできてますよね。ここね4つで、ここ 0.7 ミリ掘って貫通ですね。こんな感じですね。上のね、このタグできてますね。ここですね。
したら今度はジョブを選んで、ここからセーブを選びます。このようにできましたね。はい、そしてさっきセーブしたファイルを今度キャンドルで開きます。はい、できましたね。でここからキャンドルから今度 CNC3018 に出力していきます。動画をご覧いただいている間に出来上がりました。今回は、小さな端材を使っているので、両面テープで留めていますね。これホームポジションに戻してテーブル止まりましたので剥がしてます。はい、こんな感じで仕上がりました。ヤスリとカッターでバリを取り除いています。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。